言葉は決して万能ではありません。背伸びをしていない自分というものに気づくことができると、自分の中にたくさんの宝が収まっているということに気づくこともできるのではないかなと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第58回です。前回までで化粧湯本の説明が終わりました。今回は500弟子受記本に入っていきます。その前に化粧湯本でお話をするのを忘れていたことがありましたので、ここで少し説明をしておきたいというふうに思います。化粧湯本には種熟脱の三役が説かれているとされます。いきなり何のことだろうというふうに思われるかもしれませんが、これは別に無理に覚えることでなくて結構でございます。後の流れを掴んでいく上で少し頭の片隅にでも入れておいていただければなという事柄でございます。この種熟脱の三役は、衆生が仏法に縁して成仏するまでの過程を下種、成熟、下脱の3段階に分けたものになります。これは法華経のみで説かれる教えとされていまして、現在の成仏を過去現在未来の流れの中で捉えていく法華経ならではの考え方になります。まず、1番目の下種薬。下種薬は仏が衆生に仏になるべき種子を下すことで仏法に結縁した最初を指します。衆生の方から言えば、私たちの方から言えば仏様に出会う、また教えを聞く、そのタイミングのことを指します。2番目の熟薬は過去に下された仏の種子が徐々に成長して信仰的な能力が整ってくる中間の段階を言います。仏教や教えに縁することで少しずつ信心を起こしていき、成仏に向かう過程にある、そういう状況です。そして3番目の脱着は、仏種が成長し終わって最後に成仏の境地に至ること、成仏の境界に至ることを言います。もうお分かりと思いますが、植物の成長の様子に成仏の過程を重ねていっているわけですね。種を植える。根を張り、植物が大きくなる。最後に花を咲かし、実をつける。こういう流れです。その種熟脱の三役を化粧湯本の流れに照らし合わせると、大通知小仏や16人の王子たちが法華経を説き始めた時を下種。その後、長い時をかけて仏の説法と衆生の修行が繰り返されていく時が熟薬。そしてこの化粧湯本で因縁を悟って成仏するので、そこを脱着となります。ちなみにこれは釈門の中で説かれる種熟脱の三役なので、釈門の種熟脱と言われたりもします。では釈門だから本門もあるのかということになるんですけども、それはあります。後に説かれる如来寿量本でまた種熟脱の三役を見ていくわけですね。簡単に説明すると、如来寿量本では釈尊は実は大通知小仏の王子として生まれたよりもさらに昔に自分は仏となっていたという本地を明かされます。それを500人連合と言いますが、この500人連合の時を下種としまして、先ほどの大通知小仏や王子たちの説法の時、その間ずっと流れているその期間を熟薬。そして如来寿量本で脱着となりますよという捉え方ですね。これを本門の種熟脱とこう言います。私たちは成仏というと、いきなり自分の中に仏を見ていこうとしますが、法華経では最初に下種という仏種を、この仏の種を植えるタイミングを置くという、そういう成仏感があるということを覚えておいていただければというふうに思います。さて、では500弟子受記本に入っていきます。花壇で見ていただくとお分かりいただけますが、この500弟子受記本第8と自学無学人記本第9で、両下、実情、受記が繰り返されていくんですね。
ちょっと思い出していただければと思いますが、寿記本のところで四大将門たちに寿記をしていった後、釈尊は周りにいる500の弟子たちにも寿記をしていきますよと仰せになっていました。またここでこれらの説法の流れを聴聞していた500の弟子たちにも釈尊は合わせて寿記をしていくんだということを仰せになられるんですね。500の弟子たちがここで寿記されるので、実はもっとたくさん寿記されていくんですけども、この章の名前を500弟子寿記本第8というわけですね。まず今回の聴衆の代表であるフルナが化上湯本までの説法を聞いて釈尊に自分の信受したところを申し上げます。つまり両下ですね。フルナは釈尊の10代弟子でも説法第一と呼ばれる方です。フルナに関してはこの法華経の話のシリーズの第10回でもお話をしています。実際に釈尊はこの500弟子寿記本で何だちこのフルナミタラニシを見るや否や我は常にその説法の人の中において最も第一なりと称しと。そなたたちをこのフルナを見ているか、私はいつもこのフルナこそ法を説く人の中で最も優れていると褒め、と説法第一であることを示されています。そのフルナが仏様が自分たちを過去世からずっと導いてきてくれて、そして真の教えである法華経に導いてくれたことに改めて気づき、大変に心が満ち足りましたと、釈尊に申し上げるんですね。そして次のように重ねて申し上げます。我らは仏の功徳において、言をもって述ぶることあたわず、ただ仏世尊のみがよく我らが人心の本願を知ろ示せり。私たちには仏の功徳を言葉でもって述べ尽くすことはできない。ただ仏様だけが私たちの心の奥にある願いを知っておられると、申し上げるんですね。説法第一のフルナが言をもって述ぶることあたわずと申し上げたのはとても深いことだなと思います。先の動画の中でもフルナは言葉が上手なだけでなく非常に強い覚悟があったから説法第一と呼ばれるようになったと話をしました。というか私たちは日常的にたくさんの言葉の中で生きています。とにかく使わなければならないので使っていますが、言葉というものを勘違いしがちです。言葉は決して万能ではありません。相手に対して悪い意図で伝えたつもりのない言葉が相手をとても傷つけたり怒らせたりしてしまう。一方、何の気なしに言った言葉が相手をとても励ます言葉になったりもします。言葉というのは不思議ですね。ただ、とにかく万能ではないということを覚えておかなければいけないのではないかなと感じています。常に言葉は言葉足らずで相手に届くんだ。だから思いやりを持って言葉を発し、受け止める方も言葉を受け止めていかなければならないというふうに思います。説法をするには言葉を使わなければならないわけでございますが、だからこそフルナはその言葉の限界というものをよく分かっていたのではないかなと思います。だからこそ仏の功徳を言葉では言い尽くすことはできないと申し上げたところに、このフルナの心からの感動というものを感じることができるわけです。そのフルナの両下を聞いた釈尊は、フルナに対して念をし、述情をしていきます。フルナはよく励み努め、仏の教えを従事して守り、助け述べて、よく出家在家の男女に示し教え、利益を得させて喜ばせ、不足なく正しい法を解釈して、同じように仏法を学ぶ者に豊かな利益を与えてきた。如来を除けば、言論雄弁において彼にも勝る者はいないだろうと。その他にも、フルナは立派に努めてきたと釈尊は仰せになり、そして寿記をしていきます。フルナは法明如来という仏になるであろうと、釈尊は寿記を与えます。続いてこの様子を聞いていた1200の聴衆たち。あれ？なんか増えました。先ほどは500って言ってたんですけども、今回1200と出てきます。このあたりのこのアバウトな感じも経典の面白いところですね。
彼らとさらに500の聴衆たちに時期を与えていくと、お経文に出てきます。あなたたちは将来、不明如来という仏様になるであろうと。1200の聴衆や500の聴衆たちは皆不明如来となるであろうと、釈尊は時期を与えていくわけです。今までは一人一人に時期を与えて、一人一人名前がついていたのに、大雑把ではないかっていうようなことをもしかしたら思われるかもしれませんが、聴衆たちはそんなことは思いませんね。皆今までの説法の流れを見てきておりますから、儀式的なことよりも法華経を授持し、そして仏になる約束を得るということが大事なので、そこが保証されたということですから、皆不平はもちろんないわけです。そして聴衆たちは受記を受けて心から喜び、またここで自分たちが信受したところを釈尊に申し上げていきます。それが、慶寿の例えです。世尊、例えば人あり、親友の家に至りて、酒に酔うて伏せるがごとし。こう始まるんですね。世尊よ、例えばある人が親友の家に行って、酒に酔って寝てしまったとします。ある人が親友の家に行くわけですね。そこで食事をしていて、酔っ払って寝てしまったとする。この時親友は公の用事で出かける必要があったので、無常の価値がある宝珠を酔って寝ていた男の衣服の裏に縫い込んで、それを贈り物として出かけていきました。男は酔って寝ていたのでそのことは少しも知りません。目を覚まして立ち上がり、親友の家を出てからあちこちを巡って、ついに他国まで至ります。その間、着るものや食べるものを手に入れるために力を尽くしますが、思うに任せず大変な苦労をする。それゆえ、少しでもそれらを手に入れると、それだけでもう満足をするという生活でした。そんな時、ある人は親友と再会します。そして親友は、ある人のみすぼらしい姿を見て次のように言います。ああ、なんという男だ。どうして着るものや食べるもののためにそんなに苦労しているのか。私は以前お前が安楽を得てほしいと思い、無常の価値がある宝珠をお前の衣の裏に縫い込んでいたんだ。それがなんと今もここにある。お前といえばそのことを知らずに苦労し、憂い悩みながら生きている。なんと愚かなことだろうと。お前は今この宝を必要なものと交換するがよい。すべてが思い通りになり、乏しいことや足りないことはなくなるだろうと。こういう例えなんですね。そしてここから聴衆たちは、この比喩が何を例えているかを釈尊に申し上げていきます。ある人はもちろん、聴衆のことですね。親友は仏様です。仏様は聴衆たちに真の教えを説いたわけですね。宝珠を与えたわけです。しかし聴衆たちはそのことに気づかず、長いこと迷って生きてきました。迷って生きてきて、今、釈尊の法華経を聞いて、真の教えに縁をしていたこと、自分の衣の裏に宝が結びつけられていることに気づいたんですね。長い因縁の中で自分たちは本当の宝珠、法華経の教えというものを手にしていたのに、それに気づかず長い間いろいろな修行を繰り返して今に至ってたんだっていうことに気づいたわけですね。とてもわかりやすい比喩ではないかなと思います。幸せの青い鳥ではありませんが、大事なことというのは意外に自分のそばにあったりするものなのかもしれません。このそばというのは近い遠いという距離感もそうですが、自分というものと自分が描く理想の自分というものの乖離ということもあるのかなというふうに思います。理想の自分と自分ですね。もちろん自分自身が成長していくという意味では理想の自分を描いてそれに向かっていくということも大事だと思います。しかしあまりそういったものに縛られてしまうとかえって苦しくなってしまうこともあるのではないかなと思うんですね。過度に裕福な生活や過度な能力、また過去の自分を理想化してしまってそれに縛られてしまう。そうすると今自分が生きている、あなたが生きているっていうことが見えなくなってしまう。そういったことがあるわけですね。
背伸びをしていない自分というものに気づくことができると、自分の中にたくさんの宝が収まっているということに気づくこともできるのではないかなと思います。さっきの比喩の人も親友からもらった宝が嬉しかったっていうことはあるでしょうけども、それに加えて自分のことを心配してくれていた友人がいたことに気づけたことが本当の悟りであったのではないかなと思います。今の説法の聴衆たちも過去世において法華経を下手していただいた、それに気づかずともずっと過ごしてきて、そして改めてこの法華経に気づけたというその喜びもありますし、そうやってずっと導いてきてくれた釈尊という存在がいてくれたこと、そのことが法華経を改めて信受していく信心につながっていったのではないかなと思います。では次回は儒学無学人気本第9に入っていきます。本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。